黎明の国国立美術館。想像以上に見応えがある。展示内容が多岐にわたるのも興味深い。茨の谷の美術館は妖精が登場する逸話に関する展示が主だったからな。新鮮な気分になれる。中には馴染み深い作品もあるようだが、茨の魔女の逸話を描いた絵画はやはり注目を集めるらしい。大勢で一人を取り囲むなんてダセー真似しやがって。そう言ってやるな、スペード。強大な力を持つ相手に人の子が立ち向かうだけでも酷な話だ。ドラコニア先輩、お疲れ様です。そう身構えるな。せっかくの機会、共にこの絵を見ようじゃないか。人間の国を訪れた茨の魔女が一斉に敵意を向けられた。この逸話を描いた作品は茨の谷にも数多く残されている。僕が育った城にも飾られていたな。幼い頃は彼女のように偉大な魔法師になるようにと家庭教師から教えを受けたものだ。ドラコニア先輩の家庭教師？そんなことできる人いたんですか？もちろん。茨の谷でもえりすぐりの魔法師を何人かよこされた。歴史やマナーの授業は興味深い内容も多かったが、僕に魔法を指導できる者はいなかった。魔力保有量から始まってこと魔法に関しては全員僕の実力を下回っていたからな。さすがドラコニア先輩、小さい頃からそこまで強かったなんて。そう驚くほどではない。おばあ様、そして母も強大な魔力の持ち主だったと聞いている。だが周りとの力量差を正確に把握するまでには少々時間を要した。なぜこんな簡単なことばかり教える？僕を見くびっているのかと授業のたびに癇癪を起こして歴代の家庭教師を逃げ帰らせてはお目付け役に、それはもうこっぴどく叱られたものだ。ドラコニア先輩を叱れる人までいたんすか？茨の谷ってすげえとこなんだな。僕だって信頼を置く相手の進言は聞き入れる。今思えば僕も大人げなかったな。庭を焼け野原にしたり城の塔を雷で打ち砕いたりした程度の話ではあるが、大問題ですよ。僕が今ドラコニア先輩を怒らせたら美術館がなくなってしまうんじゃ。僕ももう子供ではない。貴重な作品を収蔵する美術館を気持ち一つで吹き飛ばすものか。周りに当たり散らすのではなく、怒りの対象を懲らしめるのが筋というものだろう。あそこに飾られているのは死者の国の王の絵ですね。一緒に描かれている二人は王の腹心たちだな。死者の国の王から直々に命を受けて主のため尽力したと伝わっている。そうなんですね。死者の国って薄暗くて怖いイメージがあったけど、この二人は気さくそうです。見た目の印象にとらわれては痛い目を見るぞ、スペード。この二人は変身に長けていたそうだ。その術をもって凶悪な敵を窮地に追い込んだという伝承も残っている。相応の実力を持っていなければ絵画に描かれることもなかっただろう。自分の部下の活躍がずっと語り継がれたら死者の国の王も嬉しいでしょうね。部下の活躍が語り継がれたら、ああ、そうかもしれないな。茨の谷の王族にはある程度の年齢になったらそば使いや護衛を自分で選ぶという慣習がある。自らが見込んだものが周囲、そして後世にも評価されたら僕としても鼻が高い。ですよね。それにしてもそば使いに護衛か。
僕にとっては別世界の話だな。常に自分を気にかけて身の回りの世話をしてくれる人がいるってなんだかすごいですね。煩わしいことも多いぞ。城にいると着替えに紙すきと朝から晩まで他人の気配がつきまとう。ナイトレイブンカレッジに入学が決まった時はいくらか気が楽になったものだ。お目付け役に生活に困らない程度には自分の世話をできなければ話にならないと言われ、与えられた外の世界の文献を読んだのは面白い経験だった。街での買い物の仕方、洗濯機などの電化製品の取り扱いも書物で得た知識をもとに習得した。家電を使うために本を読んで勉強。僕たちとは全然違う環境で育ったんだな。それにしてもドラコニア先輩が自分で買い物や洗濯をするなんて今日は驚くことばかりです。セベクが率先して僕の世話を焼きたがるからな。実際に任せることは少なくない。セベクにマレウス様のお召し物を手洗いさせていただいたって自慢されたことがあります。容易に想像がつくな。あいつが入学してくる前はしっかり一人でこなせていたというのに、入学してしばらくは何かと勝手がわからなくて苦戦することも少なくはなかったが、洗濯室、ランドリールームの場所がわからず厨房で衣類を手洗いしようと試みたこともある。厨房で遭遇した寮生たちにも今のスペードと同様の反応をされた。ランドリールームの場所を尋ねてみたんだが、皆石化の魔法でもかけられたように硬直していて、ようやく我に返ったかと思ったら、洗濯なら自分たちにお任せくださいと言って聞かなくてな。その場ではあまりの剣幕に押し切られてしまったが、他人任せにしては意味がない。故郷にいた頃と同様に魔法で洗濯することもあるが、定期的に機械を使うようにしているぞ。早朝と深夜にランドリールームを訪れる寮生はほとんどいない。何度か挑戦する中で洗濯機はもちろん乾燥機も使いこなせるようになってきた。魔法を使えば一発なのに見えないところで努力してるなんてかっこいいっす。当然のことだ。学園の生徒となった以上は僕も周りに習わねばな。ほう、この美術館には人魚の伝承にまつわる絵も数多く展示されているのだな。いい笑顔してる。って後ろの波、もしかしてすごく海が荒れてるんじゃ。人魚の姫が陸に行く決意を固める瞬間を描いた作品だ。背後の大波は彼女の勇気ある決断を後押しする表現とも受け取れるだろう。すげえ解説がそれっぽい。もしかしてドラコニア先輩絵とか詳しいんですか？教養として一通り学んできてはいる。僕としても芸術鑑賞は嫌いではない。絵画よりも立体造形、彫刻の類が特に好ましい。彫刻って石像とか銅像ですかね。すみません、そういうの全然わからなくて。お前の認識でおおむね合っているぞ。学園のグレートセブンの像をはじめとして風景の一部かのように見なされる場合もあるが、石像も銅像も年月を重ねるにつれてゆっくりと着実にその姿を変えていく。手入れを行う者がいなくなり、雨風にさらされ作られた当初の原型をとどめないことも少なくない。劣化と捉える者もいるだろうが、僕としては石像や銅像の変化は味わい深いものだと思う。かつてとは変わり果てた姿を見ると長い年月を生きているかのように感じられるからな。生きている芸術ってことですかね。いい表現だな。
スペーよくわからないけど褒められてるんだよな。ありがとうございます。彫刻に興味があるならまた僕に声をかけるといい。石像や銅像はもちろんガーゴイルについても解説してやろう。ガーゴイル？ああ、お前には馴染みがないか。いいだろう。まずガーゴイルというのはな、僕ローズハート寮長にトランプ兵の絵について聞こうと思ってたんでした。また別の機会に解説してください。ドラコニア先輩、失礼します。美術館内を走るとは、ローズハートの怒声が聞こえてくるのも時間の問題かもしれない。まったく人間というのは世話しないものだ。僕はのんびりと館内を見て回るとしよう。おや、これは昼の眷属に祝福を受けた姫の絵か。誕生の宴とは随分賑やかだ。もし僕がその時代に生きていたら招待されただろうか。こいつらも招待客には十分に注意せねばなるまい。もしも僕が招待されなければ破滅をもたらす雲よ、空を覆い呪いの言葉と共に飛んでいけと魔法をかけたかもしれないからな。